ネットワークスペシャリストの最後の問題です。こちらの問題に挑戦してください。この問題は朝活応援ラジオ、ネットワークラジオというのをだいたい毎週月曜日の朝6時半からかとこさんという方とやっているんですけど、その番組からの流用です。問題です。チェックサムの主な目的は通信経路でのノイズなどによるデータの〇〇を検出することですと書いています。〇〇に当てはまる言葉を考えてみてください。ネットワークのチェックサムというと何をしてくれるんでしょうか。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。答えはこちらです。はい。破損もしくはエラーとかそういった言葉を書いていただければいいと思います。誤りでもいいと思います。では、チェックサムについて詳しく見ていきましょう。こちらはチェックサムの計算のイメージ図です。これはあくまでもイメージ図なので、参考までにご覧ください。本当はもっと複雑な計算をします。チェックサムって何をしているのかというと、先ほどもお伝えしたようにチェックサムって通信経路中でノイズなどによるデータの破損とかエラーを検出することが目的です。じゃあそういったエラーとか破損を検出するためにどのような計算をしてどのように検出するのかっていうところをお伝えしていきます。チェックサムは例えば送りたいデータが4つあったとして、そのデータをすべてですね、合計して数値を算出します。なのでこの例では送りたいデータが4つあると捉えて4つのデータを合計します。これらのデータの合計した値が A だとします。なので送りたいデータの合計値は A ですよという情報をチェックサムに格納します。受信側は届いたデータに対して送信側と全く同じルールで計算します。なので4つ分のデータが届いているはずなので、4つ分のデータを合計して、合計値を取ります。で、送られてきたチェックサムと自分で計算したチェックサムを比較して一致していればデータは正しいと判断することができます。データが正しいということは、データが破損しておらず正しい状態だと判断できるということですね。逆に言うと、結果が不一致だった場合、通信経路中でデータが書き換わってしまったと判断して、エラーを検出することができますということになっています。これがまずは全体像です。送りたいデータを特定のルールで合計値を求めます。それがチェックサムですね。受信側も同じようにチェックサムを計算することでデータの誤りを検出することができるようになっています。では、チェックサムの仕組みイメージできたと思いますので、もう少し掘り下げてチェックサムについて理解していきたいと思います。チェックサムについてのお話です。こちらはTCP ヘッダのフォーマットです。この中にチェックサムありますよね。で、チェックサムって先ほどもお伝えしたように誤りを検出するための情報なので、対象のデータをすべて足しますよとお話をしました。じゃあ TCP の場合のチェックサムってどの部分のデータを足して合計値を求めるのかっていうところを確認していきます。TCP のチェックサムの計算対象は大きく3つです。1つが疑似ヘッダー、次に TCP ヘッダー、最後にデータです。この3つのデータを特定のルールで計算したらチェックサムが算出されます。なので TCP ヘッダーのチェックサムは疑似ヘッダーと TCP ヘッダーとデータ、この3つの情報を足した情報だよというところをご認識ください。で、ちなみに疑似ヘッダーという言葉聞き慣れない方も多いと思うんですけど、疑似ヘッダーというのは IP ヘッダーから抜き出した IP アドレスなどの情報です。なのでチェックサムの計算対象として疑似ヘッダーの中に IP 層の情報を含めることで TCP っていう仕組みの中でも IP 層でルーティングエラーが起こってないのかっていうのを検知できるようになります。はい。ちょっといろいろお伝えして分かりにくかったと思うんですけど、ここで皆さんにご認識いただきたいのは
TCP のチェックサムの計算対象が IP 情報を含む疑似ヘッダと TCP ヘッダとデータ、この3つを計算して合計値を取るんですよというところをご認識いただければ、ここでは OK です。つまり受信した時にチェックサムがもし異なっていれば、疑似ヘッダか TCP ヘッダかデータ、いずれかが書き換わっていると判断することができるということですね。では、もう一問練習問題やっていきたいと思います。実はチェックサムってもう一つあって、先ほどは TCP のチェックサムについてお話ししたんですけど、こちらは IP ヘッダです。IP ヘッダの中にもヘッダチェックサムというチェックサムがあります。これは何ですかという話になっていきます。問題を読みます。IPv4 ヘッダにおけるヘッダチェックサムは〇〇のデータが通信経路途中で壊れていないかを確認するために使用されると書いていますが、〇〇に当てはまる言葉は何だと思いますか？では、正解見てみたいと思います。正解はこちらです。正解は IP ヘッダですね。じゃあ、この TCP のチェックサムと IP ヘッダにあるチェックサムって何が違うのかっていうところを一緒に勉強していきます。ここからは IP ヘッダのチェックサムのお話です。さっきは TCP のチェックサムの話をしましたけど、少し分けて考えてください。ただ、チェックサムの役割自体は一緒です。すべてを足し算して、チェックサムを求めることで、受信側でも同じ計算をして誤りに気がつくことができるっていうチェックサムの役割は一緒なんですけど、計算対象が違いますという話ですね。IP ヘッダのヘッダチェックサムが計算対象にしているのは IP ヘッダだけです。つまり後ろにくっついてくるデータ、ペイロードは計算に含まれません。なぜなら IP ヘッダのチェックサム対象としてデータまで含んでしまうと、ルーターに結構負荷がかかってしまうんですね。ルーターで確認すべきは IP アドレスとか IP に関わる情報だけ書き換わっていないかを確認するということなので、データの本体の整合性は先ほど説明した通り TCP などの上の階層でチェックするんですね。なので分担しているようなイメージですね。あくまでも IP ヘッダにあるチェックサムは IP アドレスなどのこういった IP の配送に関する情報が間違ってないのかっていうのを確認するために、この情報を取ってヘッダチェックサムに収めているということになっています。なのでこれデータに関しては IP ヘッダのチェックサムでは整合性は確認していませんということになっているんですね。はい、このように同じチェックサムでも役割が違いますというところをご認識いただければなと思います。そしてネットワークスペシャリスト受験予定の方に向けて少し細かい話になりますけども、IP ヘッダって TTL 生存時間の情報が入っています。そうなるとですね、ルーターを一つまたぐたびに TTL の値が変わるので、IP ヘッダのチェックサムの情報も随時変わっていきます。何言ってるかというと、TTL っていうのは Time to Live の略で、ルーターを超えるたびに TTL のカウントが一つずつ減っていくので、チェックサムの情報も一つずつ変わっていくということなんですよね。なのでルーターって IP ヘッダのチェックサムを再計算して新しいチェックサムの値をヘッダチェックサムに格納していると。そんな結構忙しいことをしてくれているんですよね。なのでルーターさんって見えないところですごく頑張っているんだなっていうイメージを持っていただければなと思います。毎日見えないところで頑張ってくれるルーターさんに感謝したいですね。では、一通り説明したので、実際の過去問に挑戦していきたいと思います。実際の過去問はこちらですね。平成23年秋の問い14です。少し古い問題ですけど、ぜひチャレンジしてみてください。IPv4 ネットワークにおいて IP ヘッダ、TCP ヘッダ、UDP ヘッダのチェックサムフィールドに関する記述のうち適切なものはどれですか？IP ヘッダのチェックサムの計算は必須であるが、TCP ヘッダおよび UDP ヘッダのチェックサムの計算はオプションであり、計算を省略して0を指定してもよい。
IP ヘッダのチェックサムの対象はヘッダ部分だけであるが、TCP ヘッダ及び UDP ヘッダのチェックサムの対象はデータ部分も含む。TCP ヘッダのチェックサムの計算は必須であるが、IP ヘッダ及び UDP ヘッダのチェックサムの計算はオプションであり、計算を省略して0を指定してもよい。どのヘッダのチェックサムフィールドもチェックサムの対象はヘッダ部分だけであるとなっております。では皆さん、どれが正解でしょうか？答えを見てみたいと思います。答えはこちら。大正解です。先ほどもお伝えした内容と少し重複しますけど、チェックサムっていろんなヘッダに存在します。IP ヘッダにありますよとお伝えしたり、TCP ヘッダにもありますよとお伝えしましたが、実は UDP ヘッダの中にもあったりします。それぞれの扱い方についてお話しします。まず IP ヘッダですけど、IP ヘッダにあるヘッダチェックサムは先ほどもお話ししたように IP ヘッダを計算対象にして IP アドレスなど配送に関わる情報が書き換わっていないかを確認するための情報ですね。なので IPv4 に関してはですけど IPv4 ではチェックサムは必ず入れなければいけません。なぜなら宛先が間違っていたら大変ですからね。これ少し余談ですけども IPv6 ではチェックサム削除されてます。なのであくまでも IPv4 の場合はチェックサムが必須というところで覚えておいてください。IPv6 はまた別のフィールドを使ってデータが壊れてないかどうかっていうのを確認するので、あくまでも IPv4 の場合はチェックサムが必須です。はい。で、次 TCP ヘッダです。TCP は信頼性重視ですよね。データを完璧に届けることが仕事なので、ヘッダだけではなくデータ部分も合わせてチェックしますよと。さっき説明したところですね。データ部分も含めて TCP はチェックサムを算出して検証するので、データ部分も対象です。なので TCP は信頼性重視なので、チェックサムは必ず必須ですよということになってますね。チェックサムを必ずつけなければいけません。最後は速さ重視の UDP です。TCP と同じく、もしチェックするんだったら、ヘッダとデータの両方を計算対象に含めるんですけれども、ただ、UDP って速さ重視ですよね。なので、計算時間を惜しむので、チェックサムを省略をしても良いっていうルールがあったりします。なので、UDP に関してはオプション扱いですね。TCP と UDP で、チェックサムの計算対象は同じなんだけれども、それが必須なのか、オプションなのかっていう部分はしっかり押さえておかれるといいと思います。まとめます。IP の場合は対象は IP ヘッダのみです。計算は必ず行わなければいけません。一方 TCP は計算対象として疑似ヘッダと TCP ヘッダとデータ3つを合わせて計算します。必ず計算してチェックサムを算出しなければいけません。一方 UDP は対象としては TCP と同じく疑似ヘッダ、UDP ヘッダ、データ3つを合わせて計算するんですけど、計算するかどうかっていうところは任意です。つまりオプション扱いですね。このような違いがあるので、一口にチェックサムといってもそれぞれ計算対象が違ったり、必須なのか、もしくはオプションなのかっていう違いも出てきますので、ネットワークスペシャリストを目指す方は、ぜひこのあたりもですね、細かく覚えておかれると良いかもしれません。本日の動画は以上です。お疲れ様でした。IT の勉強は難しく大変なこともあると思いますが、完璧を目指さなくて大丈夫です。以前より少しだけ成長した自分を楽しんでいきましょう。そして、マサルの勉強部ではオンラインコミュニティを運営しています。オンラインコミュニティでは、Discord で会話をしながら実施するメンバー限定の勉強会、年代、業種の異なるメンバーとの交流や情報交換、お得な割引情報やメンバー限定のオフ会など、YouTube だけでは得られない学びの機会をたくさん用意しています。オンラインコミュニティは YouTube のメンバーシップ、オンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、Discord と連携すると参加できるようになります。もっと深く勉強したい、一緒に頑張る勉強仲間が欲しい、そういう方におすすめのサービスになっています。
皆さんのご参加お待ちしています。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。